歴史から中国の思考を知る、中国をより理解するヒントになるかもしれない歴史上の出来事の紹介だよ。今日のテーマは偉業を達成したい症候群という内容だぜ。なんだその症候群って。5000年の歴史を誇る中国は歴史の記録が豊富だ。人々の言動が詳細に記録され、何千年後まで残される。そうだよね。始皇帝も劉邦も2000年以上前の人だけど、事績がちゃんと伝わっているもんな。そして人々は過去の偉人に憧れるだけでなく、自分自身を歴史の中に位置づけ、自分も偉大な業績を残した人物として歴史に名を残したいと強く願ってきたんだ。秦の王毛の政治の乱れによって天下が大混乱に陥った際、当時まだ群雄の一人に過ぎなかった劉州、後の五冠の皇武帝となる彼のもとに昔の学友である東がやってきた。おお、久しぶりだな。耐えて嬉しいよ。遠くからわざわざ来てくれたのは感触が欲しいからかな。いいえ、感触など欲しくはありません。私が望むのはただ一つ、あなたのいとこを天下に広め、私はわずかばかりのお手伝いをして光明を竹箔に垂れたいのです。当時は紙がない時代なので、文字は竹や絹に記した。東の名を竹箔に垂るとは自分の光明を後世に伝えたいという意味なんだよ。東は実際に皇武帝の後進ナンバーワンクラスになったよな。人間には誰しも寿命はあるが、光明は永遠不滅だ。永遠の光明を得るためだったら限りある命を捨てることも惜しまないと考える人物は多いんだぜ。なるほど。しかしこの光明心があだになることもある。自分の生きている間になんか大きなことをやり遂げたいと考えて無理をしてしまうんだね。そうだ、有能な人物ほどこの罠にはまる危険性がある。今日はそんな歴史上の事例を2人見ていこう。まずは三国志の登場人物から脅威を選んだ。関羽とも迷ったんだが、別の動画で取り扱ったばかりなのでやめた。関羽の失敗についての動画は概要欄に貼っておくよ。脅威は領州の名門、京家の出身だ。本当は義で高官になるはずの人物だったが、たまたま諸葛亮の北伐の時に色々とあって諸葛亮に降伏せざるを得なくなり、職官で生活することになった。諸葛亮からは相当期待をかけられたんだよね。そんな脅威は若い時から光明心の旺盛な人物だった。蜀に来てからの彼の夢は義を破って漢を復興することだった。故郷にいる母親から戻ってくるようにと手紙が来た時もひたすら将来の希望を追う者は故郷に帰る気持ちは持たないものですと言って断ったほどだ。お母さん悲しむぜ。彼は領州の名門の出身で軍事の才能に優れており、強族を味方につけることができる自信もあった。だから自分が大軍で北伐すれば領州を義から奪うことぐらいは十分にできるだろうと考えていた。諸葛亮ですら果たせなかったことが自分にはできると思ったのか。実際脅威の軍事指揮の才能は諸葛亮より上だったから、そう考えるのは間違いではない。脅威の軍事行動を制約していた非がなくなると、小書令の陳氏が政治の実権を握った。陳氏は脅威の北伐を指示したので、脅威は頻繁に数万の軍勢を率いて北伐を繰り返すようになった。そして最初の数年間は勝利続きだったんだ。ほう、いいじゃない。しかし蜀は小国だ。脅威が毎年のように大規模な北伐を行うことで国力は急速に疲弊した。召集は旧国論という文章を表し、脅威が何度も遠征を繰り返すことは国を危うくすると警鐘を鳴らした。脅威の副将級の張翼もみだりに武力を行使して国力を損ない民衆を苦しめてはならないと朝廷の議論の場で面と向かって反対した。それでも脅威は聞き入れなかった。そして陰紀19年に悲劇が起こった。この年も脅威は大軍を率いて北伐したのだが、連携ミスもあり、南国の戦いで義の当該に大敗北を喫し、多くの戦死者を出してしまったのだ。あれれ。義と蜀はもともと圧倒的な国力の差があり、義は一度や二度大敗しても将も兵も補充が効く。でも蜀の場合、一度の大敗がリカバリー不能な致命傷になってしまうんだ。加えて義はこの時から名将当該が西方戦線に駐屯するようになり、脅威のつけ入る隙はなくなってきた。それじゃあ軍事行動はしばらく諦めて国力の回復に力を注ぐのが現実的なんじゃない。しかし脅威はそうしなかった。それからも北方に征伐を繰り返したんだ。諸葛鮮、東傑らは脅威が戦争を好んで功績がなく国内が疲弊していることを理由に彼を召喚して益州志士とし、その軍事権を奪うように龍禅に上奏しようと考えた。実際に諸葛鮮が脅威を呼び戻し、燕を脅威と交代させるように闘争していたという説もある。諸葛鮮は諸葛亮の息子、東傑は諸葛亮の上将府の部下で諸葛亮から称賛されていた人物。しかも2人は蜀の末期の政権の中枢を担った人物だよね。ということは脅威の北伐に対しては政権内部から相当反対の声が上がっていたということか。でも最終的には脅威は更迭されてないよね。
脅威は実際当時の職では圧倒的に優秀な人物だったろう。だから誰も彼には物を言いにくかったし、友禅も脅威にはとにかく甘かった。だから誰も彼を止められなかったのか。しかし脅威も自分が朝廷で孤立していることは知っていた。だから最後の方は身の危険を感じて生徒には寄りつかず、ずっと前線にいたんだぜ。そこまでして脅威はなんで北伐にこだわったの？光明心ゆえと言うしかないな。私の勝手な想像だが、脅威は関心と肩を並べたかったんじゃないかと思う。関心。漢の初代の大将軍は関心だった。彼は漢中から北伐して三晋を征服し、瞬く間に李、趙、西を平らげ、最後は項を外貨で破り、劉邦の天下取りに最大の貢献をした。そして脅威も同じく漢の大将軍、そして同じように漢中から北伐し、強大な敵と戦おうとしている。そして自分の軍略は当代随一と自負している。脅威は関心の功績を強く意識して、彼のような功績を残したいと願っていたんじゃないか。なるほど。それに当時義も芝一族に乗っ取られる寸前でゴタゴタしていたから、それをチャンスと考えもしたんだろうな。でも結局彼の光明心は蜀を疲弊させ、その滅亡を早めるだけに終わってしまったんだ。結局疲弊した蜀は義に簡単に滅ぼされ、脅威はその後の混乱の中で八つ裂きにされ、妻子も皆殺しという最悪の結末となった。三国演義では蜀を滅ぼしたのは龍禅と高校のせいだと書かれているけど、実際のところ蜀の滅亡を招いた最大の理由は脅威の頻繁な軍事行動にあったのかもな。立派な人物だけに惜しいぜ。三国志でも一番評価が分かれる人物だな。さて次は展開動画でも登場した隋の煬帝だぜ。若い頃からイケメンで聡明かつ有能、南朝の平定では大功績を挙げた。皇帝になると高い政治の理想を抱き、統治に積極的に取り組んだ。煬帝は暴君って聞いてたけど、それだとまるで名君みたいじゃん。そんな立派な君主がどうして隋の亡国を招いてしまったの？これもまた彼の光明心ゆえということができるんだ。彼の君主としての抱負は、彼が即位して選んだ年号に非常によく表れている。その名も大業だ。自分が大事業を成し遂げるという明確な意思が見える年号だね。そうだろう。彼は後世に語り継がれるような記念碑的な国家事業を成し遂げようと意気込んでいた。さっき脅威は関心と並びたかったんじゃないかと言ったよね。じゃあ煬帝は誰と匹敵する存在になりたかったんだろう。俺の勝手な想像だが、煬帝は真の始皇帝と並ぶ存在になりたかったんだと思う。始皇帝か。始皇帝と煬帝は置かれた歴史的状況がかなり似ている。どちらも数百年単位で続いた戦乱と分裂の時代が終わり、大統一後の新しい中国を築くフェーズにあったんだ。煬帝のお父さんの文帝は300年近く続いた戦乱の時代を終わらせた。煬帝が即位したのは中国再統一から15年後。新しい中国を築く事業はまだまだ道半ばだった。高くなっているのが煬帝が注力した分野だぜ。確かにこうやって見ると、始皇帝の事業と隋の文帝、煬帝の事業は似通っているな。文帝は民を休めることを心がけ、人民を大量動員する大工事や遠征には慎重だった。しかし煬帝は大規模に人民を動員して土木工事を積極的に進めていった。特に大運河の開削は後世に残る記念碑的な大事業だよね。そんな煬帝の命取りになったのが丹度の高句麗討伐の失敗だった。きっかけは俳句のこの信念だ。高句麗はもともと漢、秦の時代は中華の土地でしたが、今は外域となってしまっています。陛下はどうしてこのことを問題にせず、蛮族の土地としているのですか。高句麗の王に今すぐ入朝を求めるべきです。煬帝はこの信念に従ったが、高句麗の王は入朝を拒否した。そこで煬帝は自ら高句麗を討伐することを決心した。もともと中国の一部だった土地を煬帝が自分の力で取り戻したいと考えるのは当然のことかもしれないな。そうだな。天正軍の兵士は113万3800、自称200万。その主張音班に関わる人数はその2倍。第1軍が出発してから最後の軍が出発するまで40日かかったという。聞いたこともないほどの大軍で攻撃したんだね。結果はどうだったの？主に両党と平壌を攻めたのだが、各軍の連携の失敗や補給の問題などもあって苦戦。最後は薩水の戦いでほぼ全滅する大敗北。何十万もの兵士が失われた。あれれ。さらにこの軍事行動に民衆を無理やり動員した結果、農耕活動が損なわれ、加えて飢饉もあって穀物の価格が急騰。それに管理の汚職と横領が重なって民衆は困窮に陥り、各地で反乱が起き始めたんだ。急に不穏な情勢になってきたね。それでも煬帝は諦めなかった。その翌年、またもや自ら大軍を率いて高句麗遠征に赴いたんだ。振り上げた拳を下ろすわけにはいかないのか。まあ100万以上の軍勢を率いて申請して
高句麗みたいな小国に負けたなんてメンツ丸つぶれだからな。今度はどうだったの？それが背後で兵糧輸送を担当していた楊玄関が反乱を起こしたために、その鎮圧を優先せざるを得なくなり頓挫したんだ。またもや無駄に終わってしまったんだね。しかし煬帝はまたまたその翌年高句麗遠征を行おうと考えた。そして文武百官に議論させたが、数日の間発言しようとする者はいなかった。みんな心の中では反対なんだけど、口に出すと自分の身が危ないから何も言えないんだね。結局煬帝は自分の考えを押し通して第3次の高句麗遠征に赴いた。しかし国民はもうついてこない。挑発された民衆はそのまま逃亡し、反乱軍に参加するありさまだ。あれほどの大帝国が突然瓦解し始めたな。それで煬帝はどうしたの？この辺から彼は各地の反乱が拡大しているなどといった自分にとって嫌な報告を聞くのを嫌うようになっていった。そのため臣下も実情を煬帝に報告しないようになった。ここで踏みとどまって政治を立て直すこともできたんじゃない？しかし煬帝は連日逃避に走った。そして北方を捨てて南のコートに強行し、そこで主食にふける日々を2年ほど送った後、家臣に暗殺される。最初の高句麗遠征から煬帝が北方を放棄するまで何年ぐらいだったの4年だ。はや、秦も始皇帝の死からわずか3年ちょっとで滅亡したけど、隋もあっという間の崩壊だったんだな。煬帝は大業という年号からわかるように、自分は大業を成した皇帝として記憶されるべき存在だと強く意識していた。しかし焦って無理をした結果、国家そのものが崩壊する結末を招いたんだな。これは当時の民衆にとっても大きな災難だったと言えるだろう。脅威と煬帝、どちらも超絶優秀な人物だったけど、最後は国を滅ぼし、自分も悲惨な死を迎えてしまったんだね。どちらも自分が偉業を達成することにこだわるあまり、国民の疲弊に目を向けなかったのが失敗の原因だ。一つ頭の片隅に留めてほしいのは、中国の歴史に登場する人々は自分が歴史書の中でどう位置づけられるかをとても気にしているということだ。毎日うまいものを食べて楽しく生きてりゃ十分ってわけじゃないのか。藩勲で有名な漢の官邸や霊邸ですら自分の君主としての評価を気にしていた。ましてや自分の能力を自負している人であればなおさら、古代の偉人に並び自分の名前を数百年数千年と輝かせたいと強く願うものだ。古今問わずそうだと思う。さすがは歴史の国だね。それでは今回はここまで。